はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。またしても気になるお肉があったので買っちゃいました。今日は脂肪注入加工の牛ハラミです。今の技術の凄さに驚かされます。これはわからないです。それでは早速やっていきましょう。今日はこちらです。牛のハラミです。ハラミはハラミなんですけど、脂肪注入加工をしたものです。以前のカルビとかステーキの脂肪注入加工したお肉とはまた違った見た目をしています。一枚一枚カットされた状態ではなく、ブロックでカットされているので、これから好きな大きさにカットすることができます。袋の上から見た感じ、意外と自然な見た目ですね。通常のハラミのメンブレーンを剥いた状態と何ら変わりはありません。冷凍の状態で届いて、今解凍した状態です。袋から出しています。袋から出してもこの状態で脂肪注入しているお肉だとわかりませんね。ちょっとメンブレーンの剥き残しが多いなーくらいで、言われなければカットしていない状態ではわからないかもしれません。こんな感じのハラミありますよね。結構身自体は薄いので、薄い割に言われてみれば脂が多いかもしれません。どちらかというとハラミは肉厚な部分に脂が多い印象ですが、このハラミの場合薄いのに全体に脂がありますかね。カルビとかステーキ肉は脂肪の入り方に違和感を覚えましたが、このハラミに関してはかなり自然ですね。全体を引きで見るとなんかちょっと今まで見てきたハラミとは違うような気もします。それではカットして断面にどんな違いがあるのか見てみます。脂肪の入り方は若干違和感がある気もします。この肉に不自然な隙間があるのは脂肪注入の影響ですかね。ハラミ自体繊維が離れやすいですが、ここまで穴が開くことはない気がします。やっぱり隙間がどこも開きますね。それでは茹でるとどんな変化をするのか茹でてみます。以前のカルビ同様、脂肪注入加工肉は脂肪を注入する際に肉表面の菌が肉内部に入ってしまう場合があるので、必ず中心まで加熱をして食べましょう。次にボウルにハラミを入れて、醤油だれ、パプリカパウダー、ホワイトペッパー、ごま油を入れてよく混ぜ合わせます。お皿に盛り付けます。タレがつくと余計にわからないですね。次にボウルにハラミを入れて、おろしニンニク、ごま油、ブラックペッパー、塩を入れてよく混ぜ合わせてお皿に盛り付けます。それでは早速食べてみましょう。いただきます。今日はペッカリービールの赤松とインディアペールエールを飲んでみましょう。こちらの商品は何度か登場しているペッカリービールとヤソによるコラボです。ヤソは森と寄り添う暮らしをコンセプトとし、ツリーケアを行う株式会社木曜社とデザイン事務所の株式会社リパブリカによる共同プロジェクトです。こちらのビールは原材料に麦、ホップ、水、赤松の松ぼっくりを使用しています。ホップは数種類使用されていて、チヌークなどは松っぽい香りもするので、松との相性が良さそうですね。色は濁った濃いオレンジで、香りは想像よりも甘い香りがします。松を使用しているということだったので、もっと青臭い苦味の効いた尖ったビールだと思ってましたが、苦味は控えめでコクがあり、ほのかに感じる松の香りが自然の中にいるような落ち着いた気持ちにさせてくれます。それではまずは茹でたハラミを食べてみます。香りは茹でた牛肉ですね。今までに何種類も脂肪注入加工肉を食べてきて、油とともに味付けがしてあり、特有の旨味がします。加工された肉と考えると抵抗ある人もいるかもしれませんが、肉の形をしたハンバーグと考えればいいかもしれません。もともとであれば赤身で価値がそこまで高くなかった部位を加工によって価値を高められる。それによって廃棄などがなくなると考えたら、これも正しい選択なのかもしれません。この脂肪を注入することで価値を高められるのは、やはり日本人が霜降りに価値を感じているからかもしれませんね。きっと大昔の人は肉を素材のまま食べるのが当たり前で、ソーセージやハムを作り始めた人に嫌悪感を抱いた人もいたかもしれませんね。それでは肉を焼いていきましょう。まずは塩から焼いていきます。焼肉にすると全く加工されていることがわからないですね。しっかりと中心まで加熱します。タレの味がついたら味の面で加工されていることが分かりにくいです。肉質はとても柔らかくジューシーですね。焼いている時のじわじわ出てくる肉汁の出方がちょっと違和感を覚えますね。それ以外は何もしていないハラミと違いがありません。ここまで自然な出来だと記載がないと気づかない人も多そうですね。今回購入したものは 1kg4500 円程度なので、メンブレーンが処理されてぶどまりがいいと考えると使い方によってはお得かもしれません。ごちそうさまでした。はい、
い。本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。加工ハラミいかがでしたか？加工することが悪いわけではないので、美味しさや保存面など必要な加工はするべきですね。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。